今回はロードバイク乗りが車を運転するとむちゃくちゃ自転車に優しいという映像です。手前に坂道を登るロードバイクが見えます。対向車が来ていますので無理な追い越しはやめておきます。背中のリュックに蛍光色カバーをしているので目立っていいですね。できればもっと車道上を走った方がいいですね。無理な追い抜きを予防するためにも矢印あたりを走った方がいいですよ。そこだと溝なので転倒の危険が高いですし、速度も出ませんので、あまり走しすぎると無理にすり抜けようとする車もいるので逆に危険です。いつもなら信号にかからないところを減速が長かったので信号に間に合いませんでした。ただしこのくらいで腹を立ててはいけません。信号1回くらい余裕を持って待ちましょう。先ほどの自転車が追いついてきました。交差点の停止線手前で歩道に移れるのが自転車の良いところです。さすがにこれはちょっと擁護できませんね。先ほどと全く同じ場所で別な日です。対向車がいなければ十分な距離を空けて追い越せます。その先にもママチャリがいました。今度は対向車が来ているので追い越しはやめておきます。坂道ですが電動アシストなのでぐいぐい進みます。ここで歩道に移りました。歩行者もいないし自転車通行可の標識もあるので正しい走り方です。おかげさまで私も加速できて今度は信号に余裕で間に合いました。続いて歩道を走る自転車が車道をチラ見しています。車道に移りたかったのでしょうか。車道の信号が赤になったので歩道を進むことにしたようです。臨機応変に走れるのが自転車の良いところです。信号が青になって加速しようとしたら自転車が車道に出てきました。歩道に歩行者がいたので車道に移ったようですね。正しい判断です。対向車が来ているので後ろについて対向車がいなくなったら余裕で追い越せます。自転車はコンビニに行きたかったようです。わずかな間でも車道走行が基本です。続きまして今度は環七の大田あたりです。この日は結構渋滞しておりました。この辺りの大田橋アンダーパス前後の数百メートルは一時的に2車線から3車線になっており、一番左の第一通行帯は抜け道車線といいますか、先を急いでいる車がほんのちょっと早く行きやすいのですが、このように自転車が走っているとそうはいきません。イエローラインは車線変更禁止ですが、中央線ではないので追い越しではなく追い抜きのために少しはみ出るのは交通ルール違反にはなりません。しかしこれだけ渋滞しているとちょっとはみ出して追い抜きも不可能です。素直に自転車の後ろについていきましょう。今回の東京オリンピックを目指すにあたってこのエペジーンというのを僕たちの中の合言葉の一つとして今後その、小さな幸せだったり小さな先に見える信号が赤なので慌てる必要はありません。使い方をしてもらえたらみんなもエペジーンの仲間入りです。一方今大会バドミントン日本勢で唯一のメダルを獲得した混合ダブルス銅メダルの先にいた自転車も停止線の手前で待っています。
Uber Eats 配達員の交通ルール遵守意識もだんだん向上しています。大阪・梅田の阪神百貨店で新型コロナウイルスに感染するクラスターが発生し、従業員53人の感染が。後ろのバイクはしびれを切らして第三車線まで行っちゃいました。動き出したら右に寄って1台追い抜けました。今日の営業を取りやめ、明日まで全館で臨時休業しています。阪急阪神百貨店のいつの間にか Uber Eats が2台になっています。ここで左車線が1つ減少して2車線になります。Uber 1台は歩道に移りました。今月26日からの4日間に発生しましたが、従業員はマスクの着用など感染防止対策をしていたため、顧客に濃厚接触合流地点だけ歩道でやり過ごしてすぐ車道に戻ります。なかなか安全意識の高い配達員です。速報です。東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会が新たに大会関係者21人の新型コロナウイルス感染が確認。2台目の Uber が歩道に移って横断歩道で信号を待ちます。停止線を越える前に歩道に移る素晴らしい運転です。国内在住者が16人と感染者の4分の3を占めていて、中でも業務委託スタッフが13人と最も多くなっています。選手や選手村滞在者の新たな感染再び車が詰まり出すと自転車に抜かれます。自転車の機動力が渋滞時に発揮されます。また空港検疫など以外で組織委員会が選手を含む大会関係者を対象に実施している検査は、今月1日からおとといまでにおよそ38万件行われ、最初の自転車も追いついてきました。陽性率は 0.02% だということです。繰り返し速報をお伝えします。東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会は新たに大会関係者21人の新型コロナウイルス感染が。よく自転車のすり抜けを非難するドライバーがいます。追い抜いたと思ったらまたすり抜けやがってという理論ですが、このように車だって自転車をすり抜けているのでお互い様です。アメリカのウォルト・ディズニーは30日、テーマパークなどの従業員に新型コロナウイルスのワクチン接種を義務付ける方針を発表しました。ウォルト・ディズニーはアメリカ国内のテーマパークなどの従業員のうち接種を受けていない人に対し60日以内に接種を完了するよう求める方針で、従業員組合と協議しているということです。感染力が強いデルタ株の急拡